はい、皆さんこんにちは。今回また新たに MSFS2024 の情報が入ってきたのでお伝えしていきたいと思います。発売日の11月19日まで2ヶ月を切り、リリース価格や各エディションなど、その他収録機体の方も発表されました。MSFS2024 では発売日よりパソコン版と Xbox シリーズの両方で同時にリリースされます。また Xbox のゲームパスでの利用も発売日初日からプレイすることが可能になっています。MSFS2024 は MSFS2020 の続編スタンドアローンとなり、また一つのシミュレーターとなります。現在マイクロソフトストアの方では予約注文が開始され、Steam 版では9月26日以降より予約が開始されるということです。はい、それでは今回発表された内容などいろいろ見ていきたいと思います。ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみください。まずは今回発表されたエディションと価格の方を見ていきましょう。公開されたエディションの方がスタンダード、デラックス、プレミアムデラックス、アビエーターの4種類となっています。値段の方は各エディションこのようになっています。エディションによって使用できる機体やハンドメイドの空港の数などが異なります。アビエーターエディションについては2021年から2024年までにマーケットプレイス内でマイクロソフトよりリリースされた有料機体など120機以上が含まれます。アビエーターエディションについてはマーケットプレイスで過去にマイクロソフトよりリリースされた機体を購入されている場合はスタンダードやデラックス、プレミアムデラックスでも十分かと思います。次に公開されたシステム要件も見ていきたいと思います。最小のスペックから推奨スペックまで確認できます。理想のスペックではメインメモリーも 64GB とさらに RTX4080 と記載があるため、より快適にプレイするには高めのスペックが要求されそうです。推奨されるスペック以上のものであれば設定次第では通常問題なくプレイはできると思います。 MSFS2024 ではグラフィックも現在の2020よりさらに進化すると言われています。公開された画像を見ていきましょう。このように比較してみると山の岩肌の詳細化や木々の再現度がより一層細かくなっています。テクノロジーの向上によりポリゴン数の増加やテクスチャー解像度の増加によってシム内が4000倍詳細になったということです。他にもハンドメイドの空港も前作と比べるとさらに手が加えられているのがわかります。路面のマーキングなどもより綺麗に表示されています。またグラフィックで大きく改善されている点が水辺と陸の境目です。他の画像でもありますが、このように川岸だったりより細かく鮮明に再現されています。機体を低空で飛ばす時などはこの辺りの変化もよく実感できるのではないかと思います。続いては AI トラフィック関連ですが、これまでの MSFS2020 と比べて大幅に改善されるということです。現在の2020のデフォルトの AI 機に関してはノーズ先端が尖ったモデルで実際とは異なる機体が存在していましたが、 MSFS2024 では実在する機体の種類をモデル化しているということです。機体の塗装なども現実世界の航空会社の塗装も多数含まれる予定ということで、将来的には多くの航空会社の塗装が追加されるようです。このようにデフォルトの AI 機が充実すれば別の AI トラフィックのモッドなどは必要なくなるかもしれません。大きく改善された点は他にもあり、 MSFS2020 ではダウンロードサイズが膨大で待っている時間なども長くありましたが、 MSFS2024 ではこの辺りが改善されていて容量が 30GB 以下となりました。さらにアップデート時なども新しいダウンロードの必要がなくなり、ゲームを起動するだけになったということで、この辺りはかなり大きな改善となりました。さらにゲームの起動時間やワールドマップからのロードもかなり速くなったということです。このようにロード画面はワールドマップにズームインするようにシム内に入るようになります。前作と比べるとロード時間などはかなり短縮されそうです。これまでの長いロードはなく、ゲームを起動し実際にフライト画面に入るまでストレスなく開始できそうです。またこれまでのシリーズでは自分でフライトプランを組み立て、フリーフライトや観光地を遊覧するディスカバリーフライトなどがありましたが、新たに登場するのがキャリアモードです。
プレイヤーが一人のパイロットとして機体を操縦しながら様々な任務をこなすモードです。初回起動時にはキャリアモードで使用するパイロットのキャラクタークリエーション画面が出現するなど、パイロットをカスタマイズできるようになっています。キャリアモードではただ飛ぶだけではなく、パイロットとしての仕事をリアルに体験できる仕様になっています。またもう一つの新機能であるフォトモードが追加されます。このフォトモードではズームレベルと露出も調整でき、ウォークアラウンドモードで撮影することも可能ということです。他にチャレンジモードもあり、実際にその場所へ行き撮影するミッションもあるようです。さらに新モードではチャレンジリーグというものがあり、毎週配信されるチャレンジで世界中のプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。MSFS2020 でもあったディスカバリーフライトはワールドディスカバリーとリニューアルされます。これまでのディスカバリーフライトと同じように世界中を飛び回ることができます。この辺りは先ほど紹介したフォトモードも合わせて使用することで様々な風景を撮影することができそうです。さらに天候などの環境について、大気など気象エンジン全体はこれまで以上にリアルにするためにゼロから作業されたということです。太陽であったり街の夜景であったり、より正確な値で大気の状態なども描画されるようになったということです。雲の厚さなどもより忠実になるように調整され、これまではなかった竜巻なども追加されました。全シリーズで見られたものよりさらに質感もリアルになるということです。さらにはこれまではなかったデフォルトの気象でオーロラの方も追加されるので、運が良ければオーロラの出現にも出会えるかもしれません。また各エディションの収録機体ですが、少しピックアップして紹介していきたいと思います。まず1つ目はボーイング 737MAX になります。この機体は一番下のスタンダードエディションでも収録されていて、機能の方も豊富になっているということです。デフォルトという位置づけですが、全シリーズの A320 ネオよりは大幅に改善されているということです。他にも代表的な様々な機体が収録されています。今回ここまで MSFS2024 の情報をお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。お伝えしきれなかった部分もありますが、発売まで残すところ2ヶ月を切り、期待がさらに高まっているので、今後また新たな情報があれば X と YouTube の方でもお知らせしていきます。気に入っていただけましたらチャンネル登録、コメントもお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。